こんにちは。今日の日本語フレーズへようこそ。ここでは日本語初心者でもすぐに使える簡単なフレーズをご紹介していきます。今日は日本のカフェで役立つフレーズを一緒に学んでいきましょう。カフェでの注文はやりとりもだいたい決まっているし簡単そうですよね。私も最初はカフェの注文とか店員さんにトイレの場所を聞いたりするのが気軽に話す練習ができていいんじゃないかなと思います。でも、いざカフェで注文するときに店内で食べますか？持ち帰りですか？温めますか？といった思ってなかった質問が急に飛んできてどう答えたらいいんだろうって迷うことはありませんか？今回はそんなカフェでのよくあるやりとりを再現しながら覚えやすいフレーズを一緒に学びます。リスニング練習もありますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは始めましょう。まずは注文編と支払い編の2つに分けて詳しくお話ししていきますね。日本のカフェで注文するときによくある流れを一つずつ練習してみましょう。日本のカフェに入ると店員さんが最初にいらっしゃいませと挨拶してくれます。ここで最初に聞かれるのがこちらでお召し上がりですかという質問です。これは店内で食べますかという意味です。店内で食べる場合ははい、ここでお願いします。と答えます。持ち帰りの場合は、持ち帰りでお願いします。と答えます。それじゃあまず、店内で食べる場合の練習をしてみましょう。はい、ここでお願いします。って答えますよ。こちらでお召し上がりですか？答えられましたか？次に持ち帰りの場合を練習してみますね。持ち帰りでお願いしますって答えます。こちらでお召し上がりですか？どうですか？スムーズに答えられましたか？次は実際に注文するときのフレーズですね。注文するときはアイスコーヒーをください、ラテをくださいとか頼みたいものの後にくださいをつけるだけで大丈夫です。そうするとその後に店員さんからサイズやトッピングを聞かれることがあります。そのやりとりを再現してみますね。いらっしゃいませ。アイスコーヒーをください。サイズはいかがなさいますか？ M サイズでお願いします。お砂糖やミルクはお付けしますか？お砂糖だけお願いします。あと、パンやスイーツを注文すると、温めますかと聞かれることがあります。もし温めてほしい場合は、はい、お願いしますと答えます。冷たいままでいい場合は、そのままで大丈夫ですと答えましょう。それでは、温めてほしい時の練習をしてみましょう。温めますか？次に、冷たいままでいい場合の練習です。温めますか？どうでしたか？覚えて使えそうじゃないですか？
一つずつ店員さんに質問されることもありますが、自分でまとめて注文することもできます。例えば、M サイズのアイスコーヒーください。ミルクなしで砂糖だけお願いします。と伝えると、欲しいものを一度に伝えられます。頼みたいものが決まっているときとか、リスニングに自信がないときは、最初に全部伝えてしまうのも便利ですよ。次は支払いの流れを見ていきましょう。ここでも簡単なフレーズでスムーズに進められます。お会計は500円です。お支払いは現金ですか？それともカードですか？カードでお願いします。ポイントカードはお持ちですか？いいえ、持っていません。どうですか？結構シンプルに答えてますよね。それでは、ここからリスニング練習をしてみましょう。店員役の私が質問をするので、お客さんになったつもりで答えてみてください。いらっしゃいませ。こちらでお召し上がりですか？ご注文をお伺いします。サイズはいかがなさいますか？お砂糖やミルクはお付けしますか？パンは温めますか？お支払いは現金ですか？それともカードですか？ポイントカードはお持ちですか？どうですか？スムーズに答えられましたか？最初は難しいと思うので、できなくても大丈夫です。もし難しかったら、この部分を何度も繰り返して練習してくださいね。最後に、日本のカフェについての豆知識をお話しします。まず、テイクアウトの場合は、袋が有料になることが多いです。袋は有料ですが、お付けしますか？と聞かれたら、袋が欲しいときは、お願いします。必要ないときは、いりません。と答えましょう。袋の料金は、だいたい5円から10円くらいです。あと、日本のカフェではトッピングの細かい調整ができるお店があります。例えば、ホイップを多めにしてください。シロップを抜いてください。といったお願いができます。さらに、季節限定メニューが充実しているのも日本のカフェの特徴です。春にはいちご味とか、夏にはすっきりとした炭酸、秋になるとかぼちゃとかさつまいもを使ったスイーツが増えます。冬はチョコレートですね。いつ行っても季節限定だったり、新しいメニューが増えていたりするので、注文の時におすすめの季節限定メニューは何ですかって聞いてみると、思わぬ発見があるかもしれませんよ。私は結構季節限定メニューに挑戦することが多いです。特にいちごとチョコレートはつい頼んじゃいます。さて、今日はここまでです。いかがでしたか？今回は店内で食べるか持ち帰るか、温めますかといったリアルなシチュエーションに対応するフレーズを学びました。皆さんも日本のカフェに行った時には、ぜひ日本語で注文してみてくださいね。今までにカフェの注文で困ったこととかあったらコメント欄で教えてください。質問やリクエストも待ってます。
それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。